今回はですね、今年入ってこの2ヶ月ゲットしてよかったぜってものをご紹介させていただきたいと思います。っていうのも、私先月お誕生日だったから、いつもねお買い物ってなんかイオンとかでばっかり買ってんだけど結構Amazonしたんですよ。だから顔近い感じで力説してる感じのゆる動画よろしくお願いいたしまする。合ってないような謎のランキング形式なんですけれども、今月の1位デケ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 デン、大量にあります、1位が。もうなんかおかしいんですけど。じゃじゃーん。こう見えて MD ノートなんですけれどもっていう感じで、どこ行きました MD ノートのなんか、静筆な感じっていう。これミニノートがね、1位です。2冊目もすでに買ってあります。これ MD ノート。カバーもひとりさんから独立されていらっしゃったっていうことコメント欄で教わってね、MD プロダクトっていう新しい本のあれ買ってみました。こんな梱包まで美しくてさ、これがこれになったの。これをどうやって使ってるかっていうと、私はとにかくこれを外に持ち運んで小説のアイディアとか、こういうなんかお魚とか小説のネタとか作ってるもののアイディアとか、下手っぴなんですけど、こういうね格言茶の格言を書いたり、食べたお料理の絵を描いてみたりしてます。全然外でも描いちゃってます、私。上手じゃないんだけど、全然なんかね、気にしてないで描いちゃってる。全然私刺繍下手くそでさ、マジで汚くなっちゃった。これがやりたいの。この三角形のこういうのをやりたいんだけど、なんかどうやってうまくやるのかちょっとよくわかんないので、また精進します。こっちの。こういう色鉛筆はね、やっぱりおしゃれな色鉛筆でね、これも800円ぐらいだったかな。絵描いたりアイディア出したりするハードルがすごく下がるから、ミニね、おすすめでした。これなんか釣り具の、100均のさ、釣りの、あれ。次がね iPad ケースなの。全部そうなんですけど、次も1位です。ようやくねゲットしたの、この持ち運び可能なタイプのキーボードさ。今までずっとこれもすごいいいんだけど、2000円くらいで安くてさ、これすごいよくって、 iPad キーボードって検索すると1位に出てくるやつ。これ見たことある人も多いと思う。だから私ずっと Amazon のカートに1年ぐらい入ってて、ずっと欲しいなって思ってたやつなんだけど、イナテックっていうところのエースタッチっていうやつ、ここがバチコーンっていく感じのものです。パソコン持ってないんですよ、私。もうこの iPad で編集も全部やってて、小説書いてるんですけど、お風呂場で話が思い浮かぶことが多くて、一日のうちにお風呂場にいる時間が異常に長いんですよ、私。これが最高で、ずっとこうやってます。夜とかもね、ずっとこんな感じでお風呂場でやってます。すんごい軽いのよ。前はですこのままこうやってかじってローソンまで行けるぐらいの軽さなんだけど、Mac の人からしたら当たり前じゃんっていう話なんだけど、これ2個でこう上下して3つでこう違うアプリ開くわけよ。これ最高じゃんと思って、なんか私はここすごいさ、なんか弱いのよ。なんかわかんないけど。でこれなかなか出てこないわけよ。なんでか。iPad。なんかこう3本いけんの。マジでここをさ3本でこうやってやるとこういくわけよ。もう、これがもう超便利で、ありがとうって感じで、もう本当に当たり前のことなんだけど、ここでさ、なんか音楽再生とかできるの。Apple Music。音量とかここで調整できるしさ、ここでなんか画面の明るさ調整できるしさ、トラックパッドがついてるだけでどんだけさ、いいんですかっていう話なんですけれども、ちょっとね、これ安いのよ。6000円ぐらいなのね、これ。ちょっとおもちゃっぽいのよ、実際。ちょっと汚れやすいし。ふんってやったら私でもなんか真っ二つにできそうな感じのやつなんだけど、パチンとはいきません。こういう感じ。パタパタ系で、もう一個気になる人いるかなって思うのが、緑色わかるかな。ここが素肌なのね、ここ。支えてるところがさ。これがちょっと気になる人はもしかしたらいるかもしれないね。私ガサツだからさ、何も気にしないんだけどさ、これすごい良かったです。もう最高。持ち運びできるのやっぱでかいっていうか、このやっぱねトラックパッドがもう、今までなんかずらずらいろんなこと言ったけど、ここがもう1位。もう分厚いキーキャップのやつもいいんだけど、このね平らなやつ1個持ってるとまたね、世界っていうかその書いてる感じがね変わっていいかも。そのままの流れでさ、 iPad 系でこれもおすすめなんだけど、これペーパーライクフィルム。なんかマグネットで着脱式なの。これ数年前に宮間レベッカさんがおすすめされてたのさ、まだ覚えててさ、私。2000円ぐらいで買いました。これも最高。こんな見た目のやつなんだけど、なんかここで水洗いできんだってさ。ちょっと汚い？ごめんね。これも良かった。買って。カサ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 音鳴ってさ、ペーパーライクフィルムってみんな使ってるからいいのかなって思ってたけど、やっぱいいんだね。
よかったです、これ買って。で、なんかツヤツヤにしたいときこれ着脱できるからさ、お気に入り。いや、だからこのペーパーライクフィルムとこのキーボードの組み合わせが最強セットです。まだあります。いつも通りちょっと私だけが楽しい動画でちょっと申し訳ない限りなんですけれども。なんかね、今月ね、ペンとかも買ったの。こんな感じなんですけど、ちょっと細々したやつもご紹介してもいいですか？すいませんね。まずさ、この色鉛筆最高。これがルミナンスで、こっちがカリスマカラーってやつで、ちょっとずつね、集めてます。パキッとした色になるんだよね。やっぱね、パキッとした色がすごい好きで、私ね、カラーペンにハマることってまずないんだけど、これだけはね、なんかハマっちゃったよ。このね、マットホップっていう、なんかイオンの2階にあったの。ポスカのボールペンバージョンみたいな感じ。なんかパキって出るのよね。で、なんか最初湿ってる時とね、乾いた時で色が違うの。これでお絵描きするとすごい楽しいんでおすすめ。1本200円ぐらい。色合いがまず可愛いよね、この原色でさ。紫と青で組み合わせても可愛いし、青と緑でも可愛いし、緑とピンク、緑とオレンジでも可愛いよね。青とピンクも可愛いでしょ？ほら、もうなんかすごい組み合わせ考えられてんだなと思ってさ、大好物でございます。カラーペンハマるのめったにないよ、私。言っとくけど。プニュグリップに対してどんだけ執着してんのって感じなんですけれども、これも汚くて申し訳ないんですけど、無印良品のボールペンには全てこのプニュグリップを付けさせていただいております。ジュースアップもプニュ、シグノもプニュっていう感じで、もうプニュソムリエとしてやらせていただいてます。プニュスパイラル、プニュグリップ、どちらもすごくいい商品なんだけど、私のお気に入りはね、やっぱりプニュグリップだった。なくなったら私も何も書けなくなる。バレットジャーナルも何にもできなくなります。プニュがないと。特に筆圧高い勢の人たち。プニュやってみてください。おすすめ500円ぐらい。イオンの2階にもありました。私さ、小説書いてる割にさ、本全然読まないんだね。最近ね、また読み始めたの。っていうのもなんか面白いじゃん、本って。普通に。これね、2回目なんだけど読むの。また読み返してみてて。お茶のなんか巨匠みたいな人が、ヨーロッパにお茶の文化を伝えるために、英語で書いたものを、逆に翻訳したっていうものなんですけど、なんかお茶を通して世界情勢とか、お茶とはなんか市場の幸福に至る方法なんだぜ、みたいな感じで、ちょっとね、私の頭ではね、理解がね、難しかったりするんだけど、これね、比喩がね、すごく美しくて、その浮かんでくる泡が魚の目みたいになってきたら、次のこうしてとか、言葉がね、すごい綺麗なの、本当に。お茶もね、芸術なんだなってすごいね、面白いんだよね、これ読んでると。現代もこういう本ってあるのかわかんないんだけど、そういうのあるのかな、現代のでも。これはね、静かな独り言っていう銀色夏夫さんのエッセイとも詩とも違うし、なんて言うんだろうな。銀色夏夫さんの言葉集なんだけど、これどんな本なのかっていうのなんかさ、ちょっとよくわかんないで買ったの。だけど、本ってさ、ある程度こういうの読みたいなと思いながら買ったりするけどさ、銀色さんだったら、なんか自分が持ってた本とまたちょっと違っても、それもまたいい体験にできるだろうなっていう、なんか信頼があるんだなって自分で気づいて、なんかそれってすごいなって思って。そういう作家さんっているよね。私本ってね、こういう風に容赦なくこの角っこ折っちゃうのね、付箋とか貼らないで。かなりドッグイヤーが多かった。やっぱ銀色さんの本っていつもそう、私的に。ハッとする言葉が多い。エッセイでもあって詩でもあるのかな。なんか難しいんだけど、短くてすごくね、読みやすいと思う。パッて開いて、好きなとこから開いて読むのも面白い。次はですね、ブルーネーション。これは、サカナブックスさんで買った漫画なんだけど、海の歴史を楽しく、わかりやすく、漫画で学びたい方にすごくおすすめ。小学校の時の図書館とかで出会いたかったなって思うぐらいの、これと出会ってたらまた私の人生ちょっと違ってたかもしんない。子供の頃に出会ってたら。っていうぐらいのすごい面白かった。これ読んでるとね、本当に手塚治虫先生の火の鳥を思い出す。壮大で分かりやすくて面白くてコミカル。塩田マリンさんの活動がすごいね、私好き。海を題材にしてる方って海を守る活動をしてるんだよね。なんかそれがね、私の次の目標だなって思ってます。その人の活動を見ててさ、憧れるなっていう人と出会えるのって人生でめったにないじゃん。だからすごくなんか嬉しかった。この本がやっぱ買ってよかったなって、そのサカナブックさん行ってよかったなって思うしね、これ読めてよかった。これのおかげで私デボン紀の小説を今ね、自分のキャラクターがサカナ大学生とサソリ人間っていうなんか謎の組み合わせなんだけど、デボン紀にいるのよね。
2匹とも。デボン紀だったら自分のキャラクターどんな生活してるだろうかみたいな感じでデボン紀の小説をね書いてる。で、私これを読んでて一番ね胸が熱くなったのがね、私地学好きなんだけど勉強してないのよ。だから知識がすごい浅いのね。花とか果実の方が魚よりずっと後だったの。これ出てくるのが。私それにすごく胸が熱くなって、何をそんな当たり前のこと言ってんのみたいな感じで身の回りの人に力説した時には言われてしまったんですけれども、花よりも魚の方が先に発生してるんだよね、この地球に。それを知った時にもう胸が熱くなりました。魚すげーみたいな。また魚愛語ってしまったんですけど、それぐらいね、本当にこの本、よかった出会えて。これね、普通の本屋さんに売ってない。Amazon にも売ってなかったのよ。バーコードあるんだけどさ。ほら。そんな、タコの枕書店で。この世のどこにあるんですか？行きたいんですけれどもっていう感じの。通販にあります。魚ブックスさんの。マジおすすめ。これも。土井善晴大先生の美味しいものの周り。ですわ土井善晴先生なんだけど。洗い物とかまな板とかで料理の周りのことにまつわる本なのね。コラム集なんだけど、土井善晴先生の料理に対する視線ってすごいミクロなの。菜箸の先でお芋の柔らかさを感じるとか、まな板の目に対してで包丁はそれに対してこう垂直に入れていく。でそのまな板の傷の具合とかお魚の色とか果物の匂いとか、なんかすごい五感をミクロに使って文章にいつも土井先生って書いてて、このミクロの視点がすごい小説に活かせるなってね、いつも感じてて、例えば小説に活かすんだったらさ、人物がこうなんかに触れた時の指先の感覚とか、親指のささくれ具合とか、その場の匂いとか、なんか肌の色とか、そういうミクロの描写で、そういう物事をクローズアップして書く時の視点の勉強になるなってすごいね、土井先生の本読んでていつもそうやって五感に集中するのって楽しいし、料理する時も土井先生ああ言ってたからちょっとまな板まっすぐにしてとか、包丁使う時はちょっと体傾けてやろうみたいな、その焼ける時の音とか注目してみようって思いながらなんか料理してるから楽しいしね、なんか生きてるなっていうね、幸せな気持ちになってくる。自分のその物事の感じ方を見直すきっかけにねなるなって、やっぱ土井先生の本読んでるといつも思う。これね、また想定がいいのよ。カバーついてるの、なんかこのビニールの。私もなんか自分が本作るとき、このカバーさ、すごい昔からつけたいなって思ってたんだけど、紙もいいのね、なんかすごい。なんつうの、このカサカサ感、柔らかい感じ。で、このフォントもいいんだよ。すごい読みやすくてさ。で、ちょっとモザイクかけるんだけど、ページもすごい優しいの。で、写真もたくさんあってさ、土井先生の手とかがすごい写ってて、なんか心を整えたい人とかにおすすめ。本当土井先生の書く本って好きなんだよね、私。おすすめです。吉春。吉春。やばい。大先生のこと吉春ってやめろよって言われたんですけれども。あとなんか謎のおすすめがあって、それがイオンのお花っていう。イオンのお花ね、めっちゃいいのよ。ちょっと売り場の写真で申し訳ないんですけれども、イメージこんな感じで、こういうとこにあるじゃん？よくお姉様方が見てるやつ。これバカにならないよ。これ本当に300円とかなの。お花なんだけど。ちょっとね、くちゃっとしてる子もいるんだけど、木で斜めに切って、最初、花瓶の結構縁の方までたっぷりめにお水あげると、途端にね、元気になるからね、全然くちゃっとしててもね、大丈夫。復活するから。で、またね、その復活するのも可愛いのよ。やっぱね、お花が家にあるとね、なんか気分いいんだよね、どうしても。これ全然変わります。一輪あるだけで。でなかなかさ、しかもお花屋さんが近くになかったりするじゃん？そういうイオンってどこにでもあるからさ、イオンのお花コーナーすごくおすすめです。選ぶ時のポイントはね、同じ花が何本か入ってるやつっていうのを選ぶのが結構ね、おすすめ。そうするとね、ちょっとおしゃれでいい感じになります。300円でできるんでね。元気ない時ね、お花のお世話なかなか難しかったりするんだけど、でも元気ない時こそね、お花を買ってみてほしいなって思います。自分のためにね。あとね、今ね、お香にハマってんだよね。お香立てと、なんかお香の下の灰みたいなやつをね、今から、イオンで買って、今からイオンで探しに行くんだけど、これも Amazon のリンク貼っときます。これね、結構最初ね、匂い強いの。私これ開けた瞬間びっくりしたんだけど、何これチチカカじゃんって思ったんだけど、こうやってちょっと開けといたらね、なんか落ち着いた。これどこのやつかわかんないんだけど、これがなんか一番お気に入り。でもなんかね、もうわかんないの、これどこの何なのか。白檀はね、どんな匂いかっていうと、お寺の匂いですね。すずりで吸った炭の匂いみたいな感じの
私の大好きな香りでございます。キャンドルとこのお香はもうなんかセットでも夜作業したり朝作業するときはもうほぼ必ずつけてる。なんかルーティン化してる。もうそうするとスイッチ入るの。なんかキャンドル気をつけてくれてもう分かってらっしゃると思うし、もう私より全然気をつけてらっしゃると思うけど、キャンドル気をつけてください。本当火ね、よろしくお願いしますよ。嫌だからね、もうなんかみんな家が燃えたとかさ、これ消防車がウィーンウィーンってやるたんびにさ、キャンドル気をつけなきゃって私毎回思ってる。今日めっちゃ喋んない私。久々の YouTube。あと、ここでもう動画皆さん消していただいて大丈夫なんですけども、今まで見てくださってありがとうございました。最後はもう私のもう変なさ、なんか最近のハマってることなんですけども、こちら、ありがとうございましたって感じなんですけれども、よかったら見て、私の生態を。これ買ってもらったの。私今この車にめっちゃハマってんのね、今。もう道でもう探しまくってんのよ、歩くたんびに。トヨタクラウンっていう車なんですけど。私ハウスがですね、大通りの目の前にあるんですけど、もうその大通りで走ってるクラウンばっかり探してます。歩くたんびにもう、かっこいいです。本当にこの車がね、大好きで。なんでかわかんないけど、このトヨタクラウンに乗って、立山フラワーラインを走って、潮風王国でアジとカワハギの干物を買うのがね、夢なの。このさ、アメジストと横に並べてさ、かっけえな、みたいな。車ね、あんまり興味なかったんだけどね、このトヨタクラウンさんに出会ってからはね、私はもう一目惚れしてしまいました。アウディとかより高い場合がある。車種によっては。ここまで見てくださって本当にありがとうございました。長々とすみません。私だけが楽しい、おしゃべり会。もしよかったら、潮風王国行ったことありますってコメントください。潮風王国知ってらっしゃる方が私の動画を見てくださってるっていうだけで頑張る原動力になりますので。あと、なめかわアイランド。Vlog って大変なんだよね、作るの。だからサボってます、最近。すいません。ありがとう、見てくれて。